皆さん、こんにちは。陽介です。今日はちょっと前から気になっていた言葉を取り上げたいと思います。クローキャンセル界隈という言葉です。なんだか聞き慣れない言葉ですよね。私も最初に聞いたときは、なんだろうこれは、と思いました。実はこれ、日経トレンディという日本の雑誌が2026年に流行りそうな言葉として選んだキーワードの一つなんです。日経トレンディというのは毎年これが流行るよという予測を出している雑誌で割と有名です。その2026年版の予測でランキングに入ってきたのがこのクローキャンセル界隈でした。今日はこういう新しい日本語の言葉に少し触れてみるのも面白いかなと思って今日のテーマに選びました。ちなみに界隈という言葉についてちょっとだけ先に説明させてください。もともと界隈はあの辺、あの辺りという意味なんです。例えば東京駅の界隈と言ったら東京駅の辺りという意味になります。でも最近は SNS の中で意味がちょっと変わってきていて、何々が好きな人たち、何々のジャンルを指す言葉として使われるようになりました。最近だと、風呂キャンセル界隈なんて言葉もあるんです。お風呂に入るのが面倒で、今日はもうやめておこうという人たちのことを、ちょっと冗談っぽくこう呼んでいるんです。実は、私の娘もたまにやっています。今日風呂キャンするなんて言っています。そういうわけで、苦労キャンセル界隈というのは、苦労をキャンセルする人たちという意味になります。今日はこの言葉が示している今の日本の空気の話をしてみたいと思います。それで、苦労キャンセル界隈って具体的にどんな感じなのか、私の理解でざっくり言うとこういうことなんですね。お金や手間をかけてもいいから面倒なことや時間がかかることはなるべくキャンセルしたい。そういう感覚です。例えば料理が面倒なら常温で何ヶ月も保存できる本格的な生パスタを買ってお湯に入れるだけで食べる。買い物に行くのが面倒ならネットスーパーで頼んで家に届けてもらう。海外旅行で言葉がわからないなら、スマホの翻訳アプリに喋ってそれを見せて済ませる。仕事の議事録は AI に自動で作ってもらう。メールの下書きも AI に頼む。コンビニでも最近は店員さんがレジを打たない。自分でバーコードをかざすセルフレジが当たり前になってきました。レジに並んで店員さんと一言二言交わす時間もちょっとずつキャンセルされている感じです。最近は自炊代行というサービスもあります。お客さんの家に料理人さんが来て何日分かの作り置きを冷蔵庫に並べていってくれるという仕組みです。料理という苦労をお金で買って外に出しているという形ですね。リモートワークが定着して通勤という苦労を毎日キャンセルしている人も増えました。これも考えてみれば合理的な苦労キャンセルです。そういう生活のあちこちにあるちょっと面倒なことをお金やテクノロジーでスーッと消していく。これが苦労キャンセルの感覚なんです。これを支えている言葉がタイパというキーワードです。タイパはタイムパフォーマンスの略で時間あたりの満足度を指します。日本ではちょっと前までコスパ、つまりコストパフォーマンス、お金あたりの満足度が大事だと言われていました。それが今はお金よりも時間の方を大事にする人が増えてきたんですね。タイパを上げるためにお金を払う。これが
苦労キャンセル界隈の根っこにある考え方です。なぜタイパが大事になってきたのか。これは私の感覚なので絶対の正解はないんですが、多分選べる選択肢が多すぎるからだと思います。動画もゲームも SNS も勉強の教材も仕事のツールも本当にたくさんあります。1日は24時間しかないので、何かをやるということは他の何かをやらないということになる。そのやらないを自分で選びたい。そういう気持ちが強くなっているんじゃないかなと思います。一方で、日本には昔からこういうことわざがあります。苦労は買ってでもしろ。若いうちの苦労はお金を払ってでも自分から引き受けた方がいいという意味です。後で自分の力になるから、今大変でも逃げないで経験しておきなさいということですね。キャンセルするのではなくて、自分から買ってでもしろと言っているわけですから、これはまさに苦労キャンセル界隈と正反対の発想です。私が社会人1年目だった頃、25歳の時の話です。私は営業の仕事をしていました。お客さんのところを回って商品やサービスの話をして契約を取ってくるという仕事です。当時の現場の空気は結構このことわざに近かったんです。とにかく足で稼げと言われていました。ひたすら電話してアポを取り、雨が降っていても暑くても寒くてもまず行く。アポイントが取れなくても近くまで行ったついでにちょっと顔を出す。そういう動き方が当たり前でした。今の感覚で言えばなかなかの苦労を買っていたと思います。ほんとしんどかったですもんね。これがいいか悪いかという話を今日はしたいんじゃないんです。当時はそれが普通でした。私もその空気の中で動いていたし、そこで学んだこともたくさんあります。お客さんと何度も会ううちに少しずつ顔を覚えてもらう感覚とか、雑談から仕事の話につながる瞬間とか、そういうのは確かにありました。ただ今振り返って思うのは、あの当時の苦労の中には本当に必要だったものとそうでなかったものが両方あったなということです。お客さんの役に立つために動いた苦労は今の自分に残っています。でも、とにかく長く働くのが偉いみたいな空気の中でやっていた苦労は正直なくてもよかったんじゃないかなと思う部分もあります。今の AI って本当にすごいんですよ。パワーポイントの資料作りも Excel の調整も全部 AI がやってくれるんです。新人時代これがあったらなぁと本当に思います。時代は変わって今、苦労キャンセル界隈という言葉が出てきました。私はこれ、単に楽したい人たちと片付けるのはちょっと違うんじゃないかなと思っています。確かに料理を作らずにレンジでチンする、買い物に行かずに家まで届けてもらうと聞くと楽していると感じている人もいると思います。でもよく見るとその背景には自分の時間を自分にとって意味のあることに使いたいという気持ちがある気がするんですよね。買い物に行く時間をキャンセルする人はその時間を勉強に使うかもしれない。家族とゆっくり話す時間にするかもしれない。自分の趣味に使うかもしれない。料理をキャンセルする人はその分子供と遊ぶかもしれない。副業の準備をするかもしれない。全部楽したいじゃなくて、自分にとっての大事な時間をちゃんと残したい。そう考えると印象がちょっと変わってきます。私自身も普段の生活で苦労キャンセル側にいる場面が本当に増えました。私は今、シンガポールの会社で働いていまして、
英語で文章を書く仕事が結構多いんです。正直に言うと、ここ最近は英文のメールもレポートの叩き台もかなりの部分を AI の翻訳に頼っています。全部 AI に直してもらってから送るということも実はよくあります。昔なら何度も書き直して一通仕上げるのに30分かかっていたようなメールが今は数分で形になります。これは本当にありがたいです。ただ、仕事のスピードで言うと AI なしの自分にはもう戻れない感じも正直あります。そのトレードオフとして自分で英文を作るという学習の機会はほぼなくなっています。英語で何か書こうとすると、まず AI に頼むというのが先に来るので、自分の頭の中で英文を組み立てる練習はもうほとんどやっていません。仕事のアウトプットは出ます。でも、自分の英語力としては多分そんなに伸びていないと思います。そういうやや事務的なトレードオフがあるということですね。そうやって考えていくと、苦労キャンセル界隈という言葉は、ただ楽したいというメッセージじゃなくて、自分にとって意味のある苦労はどれかを一人一人が選び始めているという話なんじゃないかと思うんです。自分に限られた時間を何に使うか。この問いに対して、昔はとりあえず若いうちは全部引き受けろという答えが標準でした。今はこれはキャンセルする、これは残すと自分で選ぶ時代になっている。そういうことなんだと思います。これは日本だけの話ではないと思います。世界中で AI や便利なサービスが広がっていて同じことが起きています。ここからは私の正直な感覚の話なんですが、私はこの流れに抵抗するつもりはあまりないんです。むしろ時代が重力に引っ張られるみたいにゆっくりと便利な方へ落ちていってる、そういう感じがしています。これって多分車や飛行機ができた時と同じなんだと思うんですね。車ができた後も歩こうと思えば歩いていけます。でもわざわざ何時間もかけて歩くのは現実の生活ではあまり選ばれません。飛行機も同じで、船で何週間もかけて海を渡るというのは選ぶ人もいるけれど、もう普通の選択肢ではありません。AI や便利なサービスもこれから多分それに近い位置に来ます。使うか使わないかはもうあまり意味のある問いではなくて、どう乗るかの方が現実的な問いになる気がしています。だから、苦労キャンセル界隈という言葉に対しても、私は基本的に流れに逆らわず、上手に乗っていく方がいいと思っています。特に今の AI の波には乗っていきたいなと思っています。ここで一つだけ語学学習について付け加えさせてください。そもそも語学学習って今日の話で言うところの苦労そのものなんですよね。時間はかかりますし、面倒ですし、すぐには結果は出ません。情報を取りに行くだけなら、AI に翻訳してもらえばいいので、もう困らない時代になりました。ただ、私はそれでも語学の苦労には残しておく意味があると思っています。理由はシンプルで、人と話して嬉しい、楽しいと感じるあの感情の部分は多分しばらく消えないからなんです。情報のやり取りだけなら AI で足りますが、お互いの言葉で話して笑ってなんとなく距離が近づくあの時間は AI に置き換えにくい部分だと思います。そうするとこれから先も聞く力と話す力は必要になります。そしてそこは AI に頼んでもうまく代わりにやってもらえない部分なんですよね。自分の耳と口を動かして初めて伸びていきます。ということで今日は苦労キャンセル界隈という
2026年の日本で今広がっている言葉を取り上げてみました。プロキャンセル界隈、推し活界隈、いろんな界隈が日本の SNS にはあります。自分は何の界隈にいるんだろうと考えてみるのも面白いかもしれません。ひとまず皆さんは日本語学習界隈ですね。では今日はこれで終わりたいと思います。この動画が役に立ったらチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Yosuke teaches Japanese every day, bringing words and phrases come one may. From hiragana to kanji, you'll see learning's fun with Yosuke. Come with